父から娘へ受け継がれる思いとそれを守る力、暁ガンダム。どうかみんな私に力を。今回はこのオーブの剣をウェザー。どうもダーティです。今回はリアルグレードの暁ガンダムを成型色ウェザリング仕上げで制作していきます。まばゆいほどの輝きを放つこの機体にウェザリングは合うのか、ドキドキしながら一緒に作っていきましょう。フェーズ1、張り組み。まずはニッパーでゲートを少し残してカット。その後型番ニッパーで2度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。パーツにつく指紋は一切気にしません。で、あっという間に素組み完了です。リアルグレード、金メッキ、暁、この3拍子が揃うととんでもなくかっこいいですよね。フェーズ2、シール貼り。ではまずキットに付属のシールのシルバーだけを貼っていきます。ピンセットを使って位置を決めて、先が丸いものでしっかり圧着していきます。シルバーは全て貼っていきます。それが終われば次は水転写式デカールを貼っていきます。こちらシードシリーズを網羅したプレミアムバンダイの商品ですね。今回はこちらのオーブの部分を使います。まずは当然暁の1文字ですね。そしてメガネ拭きでデカールを貼る部分の指紋を軽く拭き取ります。そこにマークセッターをつけてデカールを貼っていきます。貼り方は基本通りですね。ただマークセッターなんですが、こちら四角が古いタイプで丸い方がリニューアル版なんですが、見ての通り透明度が全然違います。で、成分がエマルジョン系からアクリル系に変わっているなど、詳しくは Mr. ホビーさんのホームページで確認していただければと思いますが、今回のような金メッキだとこのように糊の跡が残ってしまうので、リニューアル版の方がおすすめです。こちらの丸い方ですね。で、その他は手持ちのデカールシールを貼っていきます。では各部位貼った箇所の紹介ですね。全体的にメッキの反射で見えにくくなってしまって申し訳ないです。今回貼り付け前に指紋、手の油を拭いたのは綺麗にしたいためではなくて、デカールの接着に影響が出るかもという懸念から拭き上げています。ただでさえツルツルなのにそこに油がついているのはどうなのかということですね。で、今回の制作なんですが、心の師匠プロモデラーのライダー・ジョーさんの作品マスターグレード100式のインスパイア作品となっています。メッキ加工された100式をめちゃくちゃかっこよく汚しているので、気になる方はぜひ検索してみてください。で、今回貼ったデカールシールは説明書に記載されている箇所に似ているものを貼り付けています。フェーズ3、トップコート。ではまたここでメガネ拭きを使ってパーツを軽く拭いていきます。今回はゴム手袋をして手の汚れや油がつかないようにして持ち手棒につけていきます。こちらも理由はトップコート時の塗料ののりを気にして拭き上げています。終われば今回使用するのは水性塗料の艶消しのプレミアムトップコートです。で、関節部のアドバンスド MS ジョイントが ABS 素材なので絶対に水性塗料を使用してください。そして今回は2回トップコートを拭いていきます。メッキ表面にはやはり塗料が乗りにくいので、1回目は全体的にささっと下地を作るように拭いて、2回目にしっかりと塗料をのせていきます。アドバンスド MS ジョイントにもしっかりと拭いていきます。で、こちら拭き終わりですね。眩しいぐらいの輝きを放っていましたが、しっかりと落ち着いたゴールドになりつつも光沢感は健在ですね。3種類のゴールドがより分かりやすくなって単調にならずに済んでいるのもありがたいですね。そして1日しっかり乾かしておきます。フェーズ4、塗装。今回ワンパーツだけ塗装していきます。
成型色と言っていましたが、ワンパーツだけなんで許してくださいね。で、こちらのツインアイのブルーのパーツをラッカー塗料のシルバーとエナメル塗料の蛍光ブルーで塗装していきます。まずはシルバーに塗装して乾燥後蛍光ブルーで塗装します。ブラックライトで照らすとこのようにめちゃくちゃかっこいい光を放ってくれます。フェイズ5墨入れ。リアルタッチマーカーのブラウン1を使って墨入れしていきます。墨入れしたいモールドに細い方でラインを引いていきます。恐ろしいほどずれていますが、そこは参考にしないでくださいね。ラインを引いたらメラミンスポンジではみ出した箇所を拭き取っていきます。仕上がりはこんな感じで、比較すると自然な感じにブラウンが馴染んでいるのがわかると思います。これを全パーツに作業していきます。モールドだけではなくパーツ同士の噛み合わせ部分にも墨入れしていきます。これは塗料ではできないのでマーカーならではのいいところですね。こちら作業後です。艶消し前は反射でよくわからなかったのですが、さすがリアルグレードだけあってハイディテールでモールドもさることながらパーツ分割も秀逸。このキットの売りでもある多面形状造形によって墨入れした時の立体感が格段にアップしているのがわかると思います。フェイズ6チッピングでは、水性ホビーカラーの焼き鉄色でスポンジチッピングしていきます。塗料の瓶をよく振って蓋裏の塗料をスポンジにつけ、ペーパーで塗料を調節したらパーツのエッジ部分を中心に軽く叩きつけるようにしてチッピング表現をつけていきます。黒いパーツもしっかり作業して金属感を増していきます。シールドはこれぐらい汚しています。エッジ部分を中心に広い面にもチッピングをつけて、なおかつデカールシールにも汚しをつけてリアル感を出していきます。黒い部分にはシルバーが乗って金属感の表現にもなります。この作業を全パーツに施していきます。こちら作業後ですね。一気に使用感が出て僕好みの風合いになってきました。大鷲装備は大気圏内での運用なので、チッピング作業はセオリー通りに足元が強めで上に行くにつれて弱めにしています。あとは重力方向も気にしてパーツの向きで言うと下になるところをがっつり汚しています。手軽に済ませたい方はこの状態で組み上げて完成でもいいと思いますが、今回の制作はまだ終わらんよ。フェイズ7リアルタッチマーカー。再びリアルタッチマーカーのブラウン1を使います。今回このインクの出ないペン先、紙のペンが重要になってきます。まずチッピングした箇所にランダムに点を打って紙のペンで叩くようにインクを伸ばしていきます。そうすると自然な感じに馴染んでくれます。あとは先ほど墨入れしたモールドの一部にもう一度線を引いて、これも紙のペンでぼかすと溝に汚れが溜まったような感じになります。直線に点を打ってそれをぼかすと雨だれの表現ができます。紙のペンだけではなく指で軽くこすると汚しの強弱がついて面白いですね。濃くなりすぎたり気になるところはメラミンスポンジで軽くこすって調節します。次は角に少し大きめにインクをつけて、その周りだけをぼかして一部濃いインクのまま残すとサビの表現もできます。あまり多くの箇所にせずポイントを絞ってやると効果的です。こんな感じにがっつり錆びた感じになります。それらの表現を使って全パーツに汚しをつけていきます。こちら作業終了後です。ゴールドにブラウンの汚しがすごく馴染んでグラデーションのような自然な仕上がりになりました。
で、紙のペンについてはこちらプロモデラーのライダージョーさんの手法で、一応綿棒などでも代用は可能ですが、プラモデル用の硬いものより柔らかい綿棒が浮いています。マーカー1本でここまで多彩な表現ができるので、ぜひ持っておいた方がいいアイテムですね。フェイズ8ウェザリングマスター。では最後にウェザリングマスターの D セットのオイルを使って汚していきます。エッジ部分やリアルタッチマーカーで汚した箇所をメインにウェザリングマスターをこすりつけていきます。これも強弱をつけるために何度もこすりつけたり、一度だけさっとつけたりして濃淡に幅を持たせて作業していきます。一部パーツを分解してその境目にも汚しをつけていきます。こちら比較ですね。ものの2分ぐらいでエッジ部分に締まりが出て全体的にもいい感じになります。アンクルガードはがっつり汚していきます。この時のスポンジの動かし方も重力方向を意識しています。濃くなりすぎた箇所はメラミンスポンジや指でこすって調整していきます。あとはこういった奥まった箇所は綿棒にウェザリングマスターをつけて汚して、きれいな綿棒でぼかしていきます。これをすべてのパーツに施していきます。汚し終えればパーツを組み上げていきます。組み上げた後気になる箇所があればさらに汚しを追加したり、メラミンスポンジで拭き上げたりして調整していきます。ファイナルフェーズ完成。それでは全ての工程が終わったのでサクッと組み上げて、では完成です。どうぞ。では比較です。メッキのキラキラから一変し、シックな味わいのあるゴールドになって、それでも角度によってギラつく光沢感は健在です。ウェザリングのブラウンとブラックとの相性も良く、グラデーションのようによく馴染んでくれました。また墨入れや汚しによって輪郭がはっきりとして、細部までキットの精密さやこだわりを堪能できるようになりました。ではアップです。今回ウェザリングで使用したマテリアルは水性やマーカー、パステル調のものなので、プラスチックや ABS 素材の破損の心配がなく楽にウェザリングができます。リアルグレードはパーツ数も多いので、油彩やエナメル系を使って汚すとなるとパーツの破損が怖いですし、分解作業も大変になりますからね。ちなみに巷で股関節が緩いとか言われていますが、アドバンスドジョイントにもトップコートを吹いているので、その辺も全く気にならず、しっかり保持力があるようになりました。で、今回僕はがっつり汚しているのですが、ウェザリングの全体的なベースとなるチッピング作業の強弱によって汚す度合いを調整してもらえばと思います。ただ始めると楽しくてつい汚しすぎるのはあるあるですよね。いかがだったでしょうか。今回はリアルグレード暁ガンダムを成型色ウェザリング仕上げで制作しました。禁断のメッキ加工艶消しでしたが、キットの特徴を生かしかなり魅力的な仕上がりになったんじゃないでしょうか。で、この動画が良かったと思っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。